はい、皆さん、こんにちは。モノルです。今回はですね、こちらの北2って書いてベイトンって読むらしいんですが、ベイトンのゼウス2っていうフラッグシップモデルを、ご紹介したいと思います。実は私これまだね、開封もしてなくて全く検証とかもしてないんですが、ちょっとね、早速開封していきたいと思います。で、これフモフのお店っていう通販サイトで販売されているんですが、こちら、秋葉原にあるフモフのお店のショールームでね、実際に製品を見て、それでね、ちょっと良さそうだなと思ったので買ってみたっていう感じですね。国内でね、販売されている製品なので、技的マークもしっかりあってね、すべての機能を使うことができます。ただね、パッケージとか全部中国語ですし、マニュアルとかもね、英語しかないっていうところで、ちょっとそのあたりね、できるだけ私、今回のレビューで詳しく使い方をね、説明できたらいいかなと思います。開けると早速本体がね、出てきました。よいしょ。すごいね、ボタンが結構いっぱいついててね。はい。実は追加が6ボタン仕様ですね。背面4ボタンとトップに2ボタンあるっていう仕様になってますね。はい。見た感じの高級感はやっぱすごく高いです。グリップもラバーになっているのでいいですね。バット持った感じはスティックがちょっと高いかなって気がします。標準でついてるスティックちょっと高めかなっていう気がしますね。で、これを開けると、はい。もうこういうね、たくさん付属品がついてるってテンション上がるんですよね。はい。でね、なんか面白いんですが、最初からついてるのがオプティカルマイクロスイッチっていうのが採用された ABXY ボタンっていうことで、かなり押し心地がすごい軽い ABXY ボタンになってます。それで別の付属しているのは、これがメンブレのね、普通の ABXY ボタンで、こっちがオプティカルではない通常のマイクロスイッチですね。ちょっと硬めのマイクロスイッチになってます。はい。で、スティックが、はい、スティックはね、こういう感じで、短いものから中間、長いものっていう3つがついてるみたいです。標準でついてるのが中間なんで、多分ね、純コンとかと同じような感覚になるのは一番短いサイズかなと思いますね。長さも測ってみたいと思います。一番短いのがだいたい 10mm ぐらいですね。で、標準でついていた中間サイズが 12mm で、一番長いものが 14mm っていうことなんで、2mm ずつ高さが高くなっていくっていうね、そういうスティックが3種類ついてますね。私はね、この短いやつを1回つけて、いろいろとね、検証とかやっていきたいなって思います。で、この十字キーがね、いっぱいあるんですが、これ実はこっち側の2つは金属製になっているっていうことですね。で、標準でついているのがプラスチックの十字キー。普通の形のした十字キーですね。実はね、格ゲーやるときに金属製の十字キーってあんまり良くなかったりするんですよね。摩擦が強くなっちゃうので、プラスチック製の方が私は好きだったりします。一旦この十字キーで使ってみて、で、お皿型の方もね、後で試してみたいと思います。USB ケーブルですが、はい、USB ケーブルはね、布巻きの USB ケーブルがついていてですね、ベイトンのロゴ入りになってます。結構しっかりした。ただね、質感は結構ちょっとチープな感じがする、USB ケーブルなんですが、長さを測ってみたらね、2メートルの USB ケーブルがついているっていうことでした。はい、あと最後に、よいしょ。無線接続用の USB ドングルがついてます。一応この USB ドングルでスイッチへの接続もできるっていうことみたいですが、Bluetooth も一応ついているので、どっちで接続してもいいかなって感じですね。そしたら一旦ね、検証とか一通りやっていきたいと思います。はい、一通りね、検証をやってきましたので、モノルの方でね、スペックを確認していきたいと思います。ベイトン Zeus2 エリートワイヤレスコントローラーという名称でね、カラー展開がホワイトとブラックになっています。対応機種は PC、スイッチ、iPhone、Android で有線接続、Bluetooth 接続、無線ドングル接続に対応しています。接触式のね、アルプス正常位スティックを採用していて、スティックの重さが 65g フォース、ショルダー2ボタン、背面4ボタンの追加6ボタン仕様となっています。遅延の値とかはね、後で、詳しく見ていきたいと思います。トリガーストップはね、ボタンにならない、ストロークが短くなるだけの、仕様のトリガーストップがついていてですね、ポーリングレートは 1000Hz、無線のポーリングレートは 300Hz、
で、ジャイロセンサーがついていて、本体重量は 295g でした。はい、価格の方はですね、フモフのお店の方でですね、19,980 円ということですね。はい、そしたらですね、ベイトン ZEUS2 をね、PC とスイッチに接続する方法について説明していきたいと思います。有線接続するときは PC、スイッチともに、そのまま、有線接続をね、してしまえば OK なんですが、まずね、無線ドングル接続の方ですが、スイッチの場合はこれ、ドックの方に、USB 端子があるので、そこに挿すんですが、PC の場合もね、USB 端子にこうやってね、ドングルを挿しておきます。そしたら、底面に FN ファンクションボタンがあるのでね、これを押しながら電源をオンにします。すでにね、ペアリングできている場合はすぐに接続されますが、ペアリングされてない場合はね、この無線ドングルのボタンを1回押す必要があるかもしれないです。これでドングルに接続することができます。Bluetooth 接続の方法ですが、Bluetooth 接続をする場合はですね、電源をオフにして、PC の Bluetooth に接続する場合は、FN キーと RB ボタンを押しながら電源をオンにします。するとペアリングモードになるので、これで、PC の方でね、ペアリングを行います。はい、Bluetooth とデバイスのね、画面を開いてもらって、デバイスの追加ってやってですね、Bluetooth。で、ここでね、ベイトン TQ-BFM っていうのは、これはね、設定用の、接続になっちゃうので、こっちのね、Xbox ワイヤレスコントローラーという方を追加します。はい、そしたらね、接続が完了しました。それでですね、スイッチの方に接続する場合はですね、一回電源を落として、FN ファンクションキーと LB ボタンを同時に押しながら電源をオンにします。そしたらこのように点滅するので、はい、このね、接続画面に行ってですね、LR ボタンをね、LB、RB を押したら、接続ができます。はい、これで接続ができるんですが、ホームボタンがね、ファンクションキーと、スタートボタンで、ホームボタンが出てですね。で、ファンクションキー、ファンクションボタンと、セレクトボタンで、キャプチャーボタンが動くようになってます。はい、ホームボタンがね、デフォルトでね、ないので、そういうことをね、しなきゃいけないってところですね。それで、ベイトン ZEUS2 の、設定ソフトウェアなんですが、フモフのお店の通販サイトの方からですね、一番下の方に行ってですね、ベイトンマニュアルやソフトウェアのダウンロードはこちらっていうところをクリックします。プラットフォームごとのね、ソフトウェアが出てきますので、Windows からやってみたいと思います。マニュアルもね、ここからダウンロードすることができますね。はい、英語のマニュアルになってます。設定ソフトがダウンロードできてね、起動したんですが、そしたらファームウェアのアップデートが来てたので、これをまずやっておきたいと思います。今のバージョンが 1.0.5、1.05 で、最新が 1.17 ってことですね。ポーリングレートが上がってたりするみたいなので、これはね、アップデートした方が良さそうです。アップデートが終わったら自動的に設定画面に移るようですね。無線ドングルのね、レシーバーを接続したらですね、こちらの方もファームウェアのアップデートが来ていました。1.03 から 1.06 っていうことで、ポーリングレートが上がっていたりするみたいなので、こちらもね、アップグレードしておきたいと思います。はい、完了しました。はい、そしたらね、ベイトン ZEUS2 の設定ソフトウェアでできることっていうのをちょっと見ていきたいんですが、まずね、この歯車マークをクリックするとですね、製品情報の QR コードと、このね、ソフトウェアのファームウェアバージョンっていうかね、このクライアントのバージョンと、コントローラーのファームウェアのバージョンを見ることができます。はい。で、着せ替え機能なんてのがあってね、こう全体の色味をこうやって変えたりもできますね。なんか変わったキャラクターですけど、まあデフォルトでいいかなって思うんですが、まずね、PC モードとスイッチモードっていうのがね、あってですね、それぞれに、設定を変えることができます。で、それぞれにプロファイルっていうのがね、保存できるようになってますね。で、
基本的な設定っていうのは今このね、画面で確認することができるんですが、細かい設定に行きたい場合ね、このアドバンストセッティングっていうところをクリックするとできます。ただね、このコンフィグアシスタントっていうのを使えばね、すべての設定をこうフローチャート式でね、流れに沿って、設定していくこともできるみたいです。まずはね、アドバンストセッティングっていうので見ていきたいと思うんですが、このプロファイルの名前、LED ライトのね、動きっていうのも変えられますね。で、振動の設定っていうのがここでできます。で、このモアセッティングっていうのが大事でですね、振動に関してはですね、トリガーのバイブレーションとかをね、ここで、細かく設定することができます。ただね、振動、例えば PC 接続でね、フォースフィードバックとかの振動に合わせての、トリガー振動っていうのはね、どうやらないみたいでですね、基本的にはこのね、ネイティブゲームアダプティブトリガーバイブレーションっていうのにしておくのがいいかなと思います。一番上の設定がデフォルトなんですが、これにするとね、トリガーを引いたら勝手に震えるっていう仕様になってですね、かなり不自然なので、一番下に設定しておきました。次ね、キー設定に関してはですね、このような形で、ほとんど全てのキーに対応しているんですかね。はい、そうですね。AI キーっていうのがね、あるんですが、これはね、設定が変えられないですね。ダブルクリックとロングプレス時にはね、決められた設定しかできないっていうね、感じですね。で、ここでね、設定をデフォルトからね、ホームキーに変えるっていうこともできます。これでね、ホームキーを作ることができますね。もともとホームボタンっていうのがないコントローラーなので、そういったこともできます。できたらね、この辺に設定したいなっていうふうに思ったりはするんですが、もしかしたらね、追加6ボタンあるんで、好きなところにホームボタン割り当ててもいいかな。特にね、このトップボタンとかに割り当てるのはありかなって思いますね。それ以外にね、変更できるキーっていうのはですね、マクロっていうのがね、設定できるようになってます。押してる間だけマクロが、動いたり、押してマクロが実行されるっていうね、2種類の方法に変えたりもできますね。マクロっていうのは、32個までですか。キーボードのキーも設定することができるみたいです。なので、マクロの設定にしてね、キーボードのキーを1個だけにするとかすれば、キーボードのキーをね、割り当てるってこともできるみたいですね。はい、ここですね。ダウンがマクロになってますね。ちょっとね、UI がすごい分かりづらくてですね、かなり難しいソフトになっちゃってるんですが、一応ね、そういうキーボードのキー設定とかもできますし、マクロ設定とかもできますと。で、連射ですね。連射っていうのは、1秒間に何回連射するかっていうのも、最大で20回かな。20Hz までの連射っていうのも設定できるみたいです。はい。こんなところですね。で、左右のスティックですね。押してる間だけね、感度を変えるとかっていうこともできます。はい、マウスの動きにね、スティックを割り当てることもできますし、これね、ローテーションって面白いんですけど、ここで90とかやるとね、左スティックがね、90度、回転した出力になるっていうね、そんな機能もありますね。ここでこう、くるくる回してね。こう、下に向けたら多分上下左右がなんかこう、変なことになるんでしょうね。ちょっとね、面白い機能なんですが、これどういうとこで使うのかちょっと私にはわからないです。もしかしたらあれですかね。左右反対持ちとかする場合はいいんですかね。そんなことをする人っていうのがどれだけいるのかちょっとわからないんですが、ちょっと変わった面白い機能もあります。で、デッドゾーンは最初 10% ついているので、0% に私の方でね、設定しておきました。感度カーブに関してはデフォルト、直線とディレイ、イミディエート、HPC、スムースってそれぞれあります。これに関してもね、後で見ていきましょう。で、このね、ソマトセンサリーっていう風に書かれてるんです。これ何のことかなって思ったらですね、ジャイロ機能の話みたいです。ZS2 にはね、ここにジャイロ機能のね、設定できるスイッチがついてます。これをね、オンにすると、このね、設定画面で設定した内容が有効になるっていうことで、主にね、これ、ジョイスティックだとね、左右のピックのどっちかをね、このスイッチをオンにしてる間だけはジャイロで動かすことができるようになるっていうことですね。はい。で、ジャイロのね、動きの方法っていうのも2種類あってですね、イミディエートっていう方が普通のね、レフトライトで、これで、左右に、
エイムを合わせて上下で、この動きで上下にエイムが合うっていうタイプですね。で、コンティニュートっていうのがおそらくですが、このね、こういうタイプですね。これで左右に動いて、これで上下っていうのは変わらないんですが、これで左右に動くっていうね、タイプの動きになるみたいです。ジャイロをね、押してる間だけ有効にするボタンの設定とかもできます。こういう風にしたら M2 ボタンがジャイロを有効にするボタンになるっていうことですね。なんで、ボタンを押したら有効、もう一回押したら無効になるっていうね、そういうのも設定できますね。で、デッドゾーンのね、ゲーム内デッドゾーンを無効化するっていうね、ジャイロの時だけね、こういう、要は、アンチデッドゾーンの設定っていうのができますね。一応こっちではね、アンチデッドゾーン設定っていうのができないんですが、マイナスとかやってもね、入らないので、アンチデッドゾーンの設定は、このね、ジャイロだけしかできませんよっていうことですね。で、FN キーを押すとマウスを動かすことができるっていうことみたいです。で、ライトスティックでスクロールとかもね、できるみたいですね。こんな機能もついてるみたいです。で、その他にね、このね、オーディオポートから出てくる音のね、イコライザーがあったりとかですね、しますね。すごいですね。こんなのまでついてるんですね。なかなかによくできてて、自分でね、設定を細かく、いじることもできます。ボリューム設定ができたりとか、あとはね、再キャリブレーションもジョイスティックとトリガーそれぞれにできます。また、無線接続時にね、動かしてない時間が15分経ったら、自動的にスリープするよっていうの設定とかもありますね。まあ、この設定を60分まで、もしくはね、無効化するっていうこともできますね。はい。という感じの設定ソフトですね。まあ、あんまりね、そんなにそこまでね、細かく設定できる設定ソフトじゃないかなっていうのが正直なとこではありますね。スイッチの場合はね、ジャイロセンサーの設定がね、感度設定しかできないっていうことになってます。他の項目は特に変わらないですかね。で、キーテストっていうことでいろんなね、キーの動きがちゃんとしているかどうかみたいなテストもできるようになってます。あとこの背面ボタンとかトップの追加ボタンが、想定通りに動いてるかっていうのをチェックできますね。もう一個ね、AI キーっていうのがこの、ベイトン ZS2 についてるんですが、ここのね、設定っていうのを変えることもできます。動画のレコーディングだったり、スクリーンキャプチャーを撮ったりですね。で、ゲームアクセラレーションっていうのが何なのかよくわかんないんですが、そんなことができる AI キーの設定っていうのもできます。このね、機能っていうのがいまいちよくわからなくてね。で、一応ね、これ、動かすとですね、この画面上にこんな、なんかね、UI が出てきてですね、これでスティックでこう、いろいろ選んで、なんか、いろんなことができるみたいですが、ゲームアクセラレーションっていうのは一体何なんですかね。さっぱりわからないんですが、AI ボタンっていうので、ゲーム画面を録画したり、スクリーンショット撮ったりっていうこともできるっていうのがね、PC 版の機能になってます。はい、そしたらですね、設定ソフトウェアとかね、見てきたので、ここからはね、遅延計測の方をやっていきたいと思います。遅延の計測はいつも通りですね、PC 版についてはですね、ゲームパッド LA さんが配布している GPDL っていうソフトウェアを使って、電子回路を接続して、計測を行いました。ボタンの遅延とスティックの遅延っていうのも計測しています。またね、スイッチ接続の方の遅延計測も行っています。スイッチ接続での遅延検証に関してはですね、スイッチプロコンの無線接続と比較してですね、ARMS っていうゲーム上でどのぐらい、何フレームね、遅延があるかっていうのを、電子回路を使ってですね、同時にボタンを押して計測を行っています。はい、まずはね、スイッチの、方の遅延の計測結果から見ていきたいと思います。有線接続は結構優秀でね、0.41 フレームっていうことで、まあまあね、これぐらいなら、使っていけるぐらいの差かなっていう感じなんですが、無線の方はね、Bluetooth も無線ドングル接続もかなり遅かったです。必ず1フレームから2フレーム遅れるぐらいの感覚っていうところでした。なので、スイッチに接続する場合はね、Bluetooth で普通に接続するか、まあできればね、遅延を考えるなら有線接続した方がいいというところですね。
有線に関してはね、結構優秀な値かなって思います。無線はね、かなりひどいんですが、有線はまあまあ使えるかなっていうぐらいの遅延でした。はい、PC のね、遅延計測結果に行く前にですね、ジャイロのテストをちょっとやってきたので見ていただきたいんですが、見ての通りですね、ちょっとね、上下動が大きいかなっていう気がします。なので、ジャイロ機能に関してはね、スイッチで使う場合はちょっとね、あまり精度っていうのは期待できないと思った方がいいと思います。はい、それでですね、PC 接続時の遅延について測ってきました。今回かなりね、量が多くてですね、スティックの遅延の方も測ってきました。まずはボタンの方の遅延から見ていきたいと思うんですが、ボタンの方の遅延はね、有線接続がこのね、ピンク色のグラフですね。で、Bluetooth 接続っていうのがこのね、紫色のグラフで、無線ドングル接続が緑色のグラフになってます。平均で見ると有線接続は 5.21 ミリセカンド、無線ドングル接続で 28.29 ミリセカンド、Bluetooth 接続で 24.69 ミリセカンドということでした。スイッチの方の遅延検証でも見た通りですね、このコントローラーに関してはね、無線ドングルは全く使い物にならないというね、ことがわかると思います。Bluetooth 接続もかなり遅いので、基本有線で使うコントローラーかなっていう感じがしますね。スティックの遅延の方もかなりね、無線の方は遅いです。で、これはね、もうちょっと消してしまってですね、スティック遅延の方、平均で 13.57 ミリセカンドもありました。スティックの遅延がかなり大きいコントローラーだなっていうのが正直な感想です。右側のこれがね、スティックの方の遅延で、左側がボタンの遅延ってことですね。14ミリセカンドっていうぐらいもね、あればね、60fps のゲームでもかなりの頻度で1フレーム遅れちゃうっていうところで、ちょっとね、このスティックの遅延っていうのは大きいかなっていう風な気がします。ボタンの方の有線接続に関しては結構優秀なのでね、ちょっとこのね、スティックの遅延っていうのがすごく気になるところですね。はい。で、遅延計測をやってたんですが、ちょっと気になったので、スティックもね、分解して見てみたんですが、実はね、これ、フモフのお店の通販サイトでは、ホールエフェクトスティックですね、が採用されてるっていうことだったんですが、実際分解して見てみるとね、アルプス製の、接触式のジョイスティックがついてました。多分これね、海外のね、レディットとかでは、ね、このアルプスのジョイスティックが使われているよっていうのが書かれていることなので、おそらくね、フモフのお店の通販サイトが間違っているっていうことでね、ちょっとそれはね、フモフのお店のツイッターの方でね、メンションつけてちょっとお伝えはしたんで、そのうち書き換わるかなと思うんですが、ベイトン Zeus2 は接触式のね、アルプス製ジョイスティックがついているっていうことですね。なんでね、ちょっとレスポンスカーブ測ったりするのがね、楽しみかなっていうふうに思います。はい、またね、ボタンの各、スイッチなんですが、ここね、十字キーに関しては、これマイクロスイッチですかね。で、LB、RB だけタクトスイッチになっていて、で、他の部分はね、追加ボタンはほぼ全てカエル製のマイクロスイッチが使われてますね。非常にね、ふんだんにマイクロスイッチが使われていて、すごくね、コストがかかった中身になってます。で、交換式の ABXY ボタンのね、接点っていうのはこんな風になってますね。交換する方のね、接点がこうなって、こういう風に接続することで交換できるようになっているっていう仕組みです。ややね、汚れたりするとちょっと接触不良が起きそうな感じではあるんですが、その辺はね、接点洗浄剤なりでメンテナンスしてあげるといいかなっていうところですね。はい、射撃訓練場の方に来ました。ドリフトはね、全然ないですね。すごく優秀に見えるんですけど、なんとなくね、結構動かしても全然動かないので、なんか、レスポンスカーブがね、おかしなことになってそうだなっていう気はします。なんだろうね、これ。何なんですかね。はい、じゃあちょっと打ってきます。はい、バッと打ってきたんですが、近距離はね、別に問題なくエイムできるんですが、中遠距離ですね、問題は。なんかすごくね、
もどかしいようなね、ギクシャクしたようなエイムになってしまいます。星打ちもそうですね。星打ちの切り返しですごくギクシャクしちゃうような感じがね。もうなんか、とにかく大雑把なエイムをしてるっていう感覚がすごいありますね。何なんですかね、この感じ。この感覚っていうのが今までに割とないような感覚なので、どういうレスポンスカーブになっているのかちょっと測ってね、しっかり見ていきたいと思います。はい、それでね、ベイトン ZEUS2 のスティック感度カーブをね、今回も測ってきました。設定ソフトで、設定できる感度、それぞれについてですね、測ってきています。で、このグラフでね、ちょっと見てほしいのがここなんですよね。この 0.5 ミリまでの間っていうところなんですが、デッドゾーンはね 0% っていう風にしてですね、完全に切ってるんですが、デッドゾーンではないけどですね、ほんの少しは反応するんですよ、この間でもね。でもデッドゾーンではないけど、これほぼデッドゾーンに近いよっていうね、これはもうほぼほぼデッドゾーンだよなっていうようなね、感度になっているのがね、0.5 ミリ。まあ要は4、5% ぐらいですか。はね、こんな風に設定がされていてね、せっかくのね、アルプス製のジョイスティックなんですが、コントローラー側でこのようなね、感度が設定されてしまっています。どの感度設定にしてもこれは変わらないっていうことでね、このね、感度設定変わるのはこの1ミリから先だけっていうところで、これはね、本当にちょっと、このコントローラーで一番残念だったところですね。ちょっとこれではね、FPS ゲームでは少なくとももう全く使い物にならないかなっていう気がします。ただね、一応ね、リニア化っていうのも頑張ってやってみたので、その結果っていうのも見ていきましょう。はい、こちらがね、設定ソフトでね、1の12、13の13っていう風にカスタム感度カーブを設定した時の、レスポンスカーブのグラフになります。なんとかですね、だいぶリニアに近づけることができたかなって思います。かなりね、ここの1の12っていうね、ここが結構極端な設定になっているので、ちょっとね、ここがガクガクしちゃってね、ちょっと、スムースなレスポンスカーブにすることがどうしてもできなかったんですが、まあなんとかね、実際触ってみるとかなりね、まあリニアっぽくはできたかなっていうところですね。誤差のグラフはこのような形になってます。デフォルトの感度だとね、まあマイナス 90% とかっていうね、もうほぼデッドゾーンに近いような低感度にねなっちゃってるんですが、それを無理やり1の12っていうね極端な設定で上げているということです。まだだいぶねこれ低感度なんですが、ここをねさらに上げていくとこっち側のね、感度が極端にどんどん上がっていってしまうっていう感じになるので、これ以上ね上げるのはあんまり私はおすすめじゃないかなって思いました。なんでね、これがギリギリの妥協点ということで、まあ、リニア化としてはほぼ失敗かなっていうのが正直な、感想ですね。なんでね、このね、0.5 ミリっていうね、このね、このデッドゾーンじゃないけど、まあ、疑似デッドゾーンの作り方っていうのは本当にね、FPS ゲームには辛い。これは正直ね、厳しいですね。まあ中華製コントローラーでね、アルプス製のジョイスティックを使ってるコントローラーってブリッツ2にしてもそうですけど、必ずこういうことをやってくるっていうところでね、本当にね、なんかデッドゾーンをそもそもね、なくすっていうのは操作性をね良くしてほしいから、そういう風にみんな言ってるっていうわけでね、こういうことをされるとね、全然意味がないんだよなっていう風に思ってしまいますね。はい、そしたらね、カスタム感度カーブでリニア化したベイト ZEUS2 でね、ちょっと射撃訓練場に来ました。ドリフトに関してはね、再キャリブレーションしたってこともあって、ほとんどないですかね。倒して、最後に倒した方向にドリフトするって感じなんで、センタリングはすごくうまくいってそうですね。はい。親指を乗せれば、ビタッと止めることもできるかなって感じですね。すごくいいと思います。そしたらね、ちょっと打っていきます。
はい、だいぶね、中遠距離に関してもね、しっかり当てていけるようになったかなと思います。やっぱりね、ちょっと低感度になっちゃってるので、少しね、ぎこちない感じっていうかね、スムーズなリニアとはちょっと違うっていう感覚はやっぱりどうしても残ってると思います。ただ今ね、ちょっと検証のためにフリークつけてないですけど、それでもね、中遠距離は割と当てやすいっていう感じがするので、かえってね、その低感度が良かったりするのかもしれないですね。ただ個人的にはやっぱりリニアで、ちゃんとしたリニアでね、フリークつけた方が当てやすいかなっていう気がします。これにさらにフリークつけるとどうなるかっていうのをちょっと見てみたいと思います。例えばどんなフリークがつくのかっていう話なんですが、サイズは 18mm ぐらいありますね。結構大きめのサイズのスティックになっているので、ちょっとね、フリークは選ぶかもしれないですね。PlayStation 5用のフリークならつくサイズっていう感じですね。はい。プロフリーク V2 はね、ちゃんとついたので、ちょっとこれで打ってみたいと思います。さすがにね、低感度なだけあってですね、フリークつけるとさらに遠くまで当てられるっていう感じはします。ただやっぱりちょっとね、ぎこちない段差になっている部分っていうのの感じがね、なんか気持ち悪いなっていうのは感じてしまいますね。まあ、ただ、このコントローラーのこの感度、ね、リニア化した後の感度であればね、慣れていけばかなり十分戦っていける十分強く、なれるんじゃないかなっていう気はします。まあ、このあたりどこまで気にするかっていうのは微妙なところですね。まあ、私は個人的にはちょっと気になっちゃうかなっていうふうには思います。はい、そしたらですね、リニア化できたということで、まあ、できたのかできなかったのかよくわかんないんですが、APEX ね、やってきました。ちょっとね、ランク回す自信なかったので、カジュアルになっちゃうんですが、で、実はね、APEX は意外と悪くなかったです。全然戦えるなっていう気がしました。ちょっとね、ネメシスとかの中遠距離のリコイルが難しいなって感じはありました。多分ね、低感度になってる分、思ったよりも大きめにリコイル動かさなきゃいけないのかなっていうところですね。そのあたりはちょっと慣れが必要かなとは思いましたが、まあ、ね、戦えるなって思ったので、これでランクいってもよかったかなってちょっとね、後になって思ったところですね。で、気になった点っていうのはね、何個かあったんですが、実際こうやってプレイするとですね、やっぱり背面ボタンですね、これがちょっとね、上下結構狭い間隔でね、ついちゃってるっていうところで、背面4ボタン、割と上側のね、背面ボタンは押しやすいんですが、下側の背面ボタンはかなり押しづらくてですね、薬指で押せればいいんですけど、両方とも中指で押す感じに、私の握り方の場合はなった感じでしたね。まあ、かなり軽くね、押せるマイクロスイッチの背面ボタンになってるんで、誤爆もややしやすい背面ボタンだったかなというところですね。あとはね、トップのボタンはね、ちょっと内寄りにつきすぎてて、これはこれでね、すごく押しづらかったです。私のね、持ち方見ていただくとわかると思うんですが、ギュッとね、握っているときはちょっとかろうじて、押せそうな位置にあるんですが、かなりね、奥までしっかりとね、人差し指を伸ばさないと押せない位置にあるので、かなりね、これは押しづらかったですね。なんで、背面4ボタンの方をメインに使いつつですね、トップの2ボタンはほぼ使わなかった感じでした。はい、ひどい死に方をしたね、ベックスのカジュアルはこれで終わりでね、コールオブデューティーなんですが、コールオブデューティーはね、エイペックスと違ってエイムがかなりきつかったです。こんな感じでね、もうね、ちゃんとエイムすることが全然できなくて、もう本当に苦労しました。なんか多分中立付近のね、段差になっちゃってるところらへんっていうのが意外とこう、コールオブデューティーでは効いてくるのかなっていう感じで、まあ、序盤は特にね、すごい慣れるのに苦労して、なんかね、エイムがどうもうまくいかないなっていう感じ
でした。さすがにあれだけ極端なねリニア化の修正の設定をね入れちゃうとこういうことがあるんで嫌なんですよね。なんでできればねもともとそれなりにリニアであってほしいっていうのが、正直な気持ちではあるんですが、まあなんとかねこの感度でもね試合を重ねていくうちにちょっとずつ慣れていくことっていうのはできましたね。結構ね、振り向きのエイムっていうのはうまくいった気がします。まあある程度スティックを倒すようなエイムをするシーンっていうのはうまくいくっていう感じですね。なのでねちょっと遠くの距離とかですね細かなエイム合わせっていうところが、かなりねちょっと問題があるコントローラーかなっていうところです。はい、なんでまあ戦績はまあボロボロな試合がね、まあ、3試合ぐらいみっちりやったんですが、もうね全く戦績は振るわなかった感じです。はい、それでストロークの方もねやってきて十字キーの方をチェックしてきました。まあマイクロスイッチの十字キーっていうのはねやっぱりストローク向きではないですね。斜め入力っていうのがまあほとんど入らなくてですね、通常の十字キータイプのボタンの方は全く、斜め入力が入らないので、お皿型の方にね、交換してですねプラスチックのお皿型でやりました。まあなんとかねかなり意識的に斜めを入れるようにしないとコマンドっていうのは入らなかったので結構そこはね厳しいなって感じたところでした。ただねまあこれはね必ずしも全てのね、プレイヤーさんにね、デメリットっていうわけじゃなくて、斜め入力されたくないゲームっていうのにはね、向いてる十字キーだったかなって思います。はい、で最後に、振動機能とアナログトリガーのチェックのためにね、アセットクルサーをプレイしてきました。やっぱりねスティックの感度っていうのがどうしても気になってハンドルがねなんかちょっとね不自然な動きをするというか、なんかね中立付近がかなりね高感度なような感覚っていうのがなんかあるんですよね。データ上ではね低感度なんですが、おそらくその段差になっているところで急にね感度が変わるっていうところで高感度に感じられちゃうのかなっていうところですね。で、アナログトリガーに関してはもう全く問題なくてねすごく、操作しやすいアナログトリガーだったような印象があります。再キャリブレーションもね実はやっておいたんですがちょっとね、最大入力が深すぎてギュッと押し込まないと最大入力されないみたいな現象っていうのがあったんですが、まあそこまでね大きく問題になるような感じではなかったですね。それでね振動機能なんですが、振動機能についてはちょっとねまあ普通以下かなってちょっと思ってしまいました。トリガーバイブレーションとか書かれてはいるんですが、トリガー部分の振動っていうのは全くなくてですね、単純なね、グリップの振動だけなんですが、グリップの振動についてもねやや改造感薄くて強度もちょっと物足りなくてですねあんまりいいとは思えなかったです。まあこの辺りはね純コンとかベイダー4プロっていうののね振動がやっぱり優れているなって思ったところですね。で、レーシングゲーム自体について向いてるかどうかっていう面ではですね結構向いてるかなとは思いました。というのもねなんか意外とタイムがねしっかり出せたっていうところでね、そのあたりまあ割とね良かったかなって思いました。あんまりめちゃくちゃ周回したわけじゃないんですが、まあ、それなりのタイムが出せたかなっていうところでまあレーシングゲームをやる自体にはね問題ないコントローラーかなっていうところです。でタイムは1分47秒227っていうことでした。はい、ここまでねベイトンゼウス2を見てきましたがいかがだったでしょうか。個人的にはちょっとねあまりにもスティックの感度カーブがひどいっていうねところでまあ好きにはなれなかったコントローラーですね。背面ボタンに関してもねちょっと押しづらいっていうのとトップのボタンもかなりね内寄りになっちゃってるので押しづらかったです。このあたりもねちょっとマイナスポイントだったかなっていうところですね。他の部分ではねマイクロスイッチ特にこの ABXY ボタンのマイクロスイッチなんかは誤爆はしやすいんですけど慣れたら全然ねすごく押しやすくていいなって思いました。
あと LB、RB がね、マイクロスイッチになっていたらですね、かなり言うことなかったかなっていうところですね。十字キーに関してはね、ちょっと格ゲー向きではないですが、縦横しっかり入るタイプの十字キーがいいよっていう方には良かったかもしれないですね。もうとにかくね、スティックが弱いコントローラーだなっていうのが感想ですね。感度カーブもそうですし、スティックの遅延っていうのもものすごく大きいっていうところで、このスティックさえなんとかなれば、いいコントローラーになったのになっていう風な、ところが正直な感想です。はい、それで私はこちらモノルーっていうね、サイトの管理人もやっています。今回ご紹介したベイトン ZS2 のね、いろんなデータも載せていますし、価格今載ってないですが、すぐにね、掲載するようにね、したいと思います。口コミも書くことができるのでですね、なかなかね、このベイトン ZS2 をお持ちの方って少ないかなと思うんですが、もしお持ちだったらね、なかなかね、口コミ書ける方いらっしゃらないと思うので、ぜひ、書いていってくださったら嬉しいです。もちろんね、他にもね、いろんなコントローラーのランキングとかね、もありますし、コントローラーの性能スペックとかで絞り込みができるっていう風になっているのでですね、お好みのコントローラーを探すことができるようになっています。ぜひね、利用してくださったら嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、以上モノルでした。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。